おもころチャンネルの皆様と一緒に朝一で家系ラーメンをすすりマジでうまい。うまい。すする TV。ずるずる。どうもすずるです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、実はですね、現在の時刻がなんと朝の4時45分ということで、皆さんおはようございます。数々のね朝ラーをすすってきた中でもね、家系ラーメンの朝ラーができるお店、こちらです。ドン。 JR 東千葉駅から徒歩15分くらいのところにあります杉田屋千葉友好店さんにお邪魔してます。杉田屋さんといえばね、家系総本山である吉村屋さんの直系の家系ラーメンとして知られるお店で、今回はこの杉田屋千葉友好店を朝一からスペシャルなゲストの方々を迎えて一緒にすすっていきましょうということで、僕がめちゃくちゃ楽しみなんですよ。やっぱり朝から杉田屋、一日のね始まりとしてはもう最高のスタートダッシュだと思ってるんですが、ラーメン好きとはいえね、普段からもう僕みたいにもう狂ったようにラーメンを食べてるわけではない方々なので、正直この朝一で家系ラーメンっていう、この組み合わせのちょっとどう受け取っていただけるのか、非常に楽しみということで、とりあえず今回のゲストさんたちをね迎えに行きましょう。さあ、というわけで千葉県千葉市の某場所に来たんですけど、ここら辺にすいません、よろしくお願いします。お願いします。すするです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。お願いします。おもころチャンネルです。よろしくお願いします。というわけで改めまして、おもころチャンネルの皆さんです。ありがとうございます。ありがとうございます。やったっすね、マジで。本当すいませんね、本当早朝から凍えるように寒いですね。5時半とかなんで5時半なんですか。それがですね、朝の5時から営業している家系ラーメンのお店があって、朝から家系。じゃあ今から家系を食べに行くんですか。朝の5時半から。そうです。なぜ？いや、理由を聞かれるとちょっと難しいんだけど、マジで。いや、でもすごい楽しみだな。楽しみ。いや、本当にいつも見てる。本当にいつも見てますし、これもね、日夜愛読してます。うわ、ありがとう。昨日買ってましたよ。新しい日夜、昨日の一日のことを言ってる。嘘ついてません。というわけで今日はこのおもころチャンネルの皆様と一緒に朝一で家系ラーメンをすすり楽しみ、楽しみ。よろしくお願いします。お願いします。レッツゴー。向かう TV。 するまで取っといてよ。お願いします。今日行くのが杉田屋の千葉友好店。はい。やっぱりその同じ店でもこんだけ朝早く食べるのと夜行くのでは全然味違ったりするんですか。これはめちゃくちゃいいところに目をつけてくれました。さすがいいポイントだった。スープって一日中こう炊くんですけど、朝一ってどっちかというとこうスープがまだこう煮詰まってないので、醤油が立ったフレッシュな、フレッシュ。結構キリッとこう醤油が立ったスープになってて、夜になるとまたスープがこう煮詰まって結構濃厚になってくるので、どっちかというとこうヘビーで重厚感のある味になるんですよね。同じお店でも全然違うわけですね。時間帯で結構違ったりするので、すごい。それもう一回すするさん朝夜で同じ店を全部行き直した方が味違うなら。違うならなんか余計なこと言っちゃったかも。バイトンできました。本来そう。本来そうすべき。僕らもでも結構家系とか行くんですよね。そうなんですね。すごい。でも同じ家系でも全然違いますよね。本当に味が。本当に違う。やっぱ都内とそれ以外でも結構違ったりする。なるほど。地方というのかそうですね。東京っぽい家系と神奈川っぽい家系っていうのがそうです。まあそのいわゆる横浜の家系ですね。総本山っぽいやつと東京っぽいっていうのが結構違ったりするんで。詳しい。確かに。そうだ。ラーメンに精通してらっしゃるんです。もしかしたら好きなのかな。毎日行ってんすよ。毎日行ってる。言ってること全部嘘だったら。よくつらつらと検索して出てくる。その場で適当にやってるだけだとしてもすごいサイン。だとしたらすごいね。それもそれですごい。でもこんなさ、だってラーメンを食べるために前乗りしたの初めて。そうよ。ラーメン前乗り。すごいことよね。僕も今日保育園の送りを家族にわざわざ頼んできてますから。ラーメンを取った。ラーメン、家族よりラーメンを。家系食うために。家の方大事。ご家庭の方もね。そっちの家取ってた。確かに。そっちの家を取るんかいってね。いや言われないですよ。さんからそんな突っ込みされない。ついちゃう感じ。もうついちゃう。もうついちゃう。もうつきます。今度
当にあんのかな家系。ねえある感じないよね。ないってはないでしょ。何朝5時からさまだ仕込みとかよせめて。ないでしょ。来た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 。すごい。早朝5時。来た。車結構めっちゃ混んでるな。というわけで着きました。早朝5時の杉田屋。本当にやってる。めっちゃ疑われてたから着けば。で今回の企画なんですけど、もちろんみんなで美味しい家系ラーメンを朝一ですするっていう企画に加えて、いつもすする TV ってそのナレーションでラーメンのその説明をするじゃないですか。でいつもあれって全て原稿に起こしてやってるんですけども、おもころさんといえばやっぱライターなので、確かに。はい。ウェブライターです。すする TV の原稿を書いてほしいなと。いいんですか？光栄なことがむしろいいんですよ。いや全然書きたいってマジですからね。これが書きたかったんですから。夢で始めた。めちゃくちゃ書きたい。あ、じゃあもうここ2人が。じゃあそんな言うなら。せっかくなんでちょっと今回のナレーション誰が書いたかを伏せてこの後ナレーションで流しますので、ぜひズルズルの面々に当てていただきたい。誰が書いたのか。誰が書いたものなのか当てよ。騙しますよ。完コピで今後もやれるぐらいってこと今後も副業でやれるように忙しいと思う、ゴーストライター。いいじゃん、いいじゃん。めちゃくちゃ助かりますよ。ちょっとそういうのも考えた上でご覧いただけて嬉しいですよ。早速いきましょう。さあラーメン杉田屋千葉友好店さん、早朝から食券制です。すするはチャーシュー麺の波に青生し、そして玉ねぎと一緒に煮た刻みチャーシューが乗った丼、まぶし丼もプッシュしました。さあおもころの皆さんも続々と食券を買っていきます。海、海苔、ライス、じゃあもうほうれん草増しちゃうよもう。宝石見て。そんな感じでおもころの皆さんの注文一覧がこちら。小さく個性を忍ばせながらも王道なチョイスに正直ホッとしながら席についてラーメンの到着を待ちます。もうでもね、匂いがいい匂い。美味しいラーメン屋さんの匂いします。車降りた瞬間に。僕と恐山はこの格好でよく入りましたね。馴染んでいるんだよね。朝だから黙っちゃうよ。頭がまだね、回ってないんで。なんて話したりしてるともうすぐラーメンたちが到着しそう。さあそして本日はおもころチャンネルコラボ特別企画。せっかくおもころさんといえばウェブライターということで、その中から原宿さんとダヴィンチ恐山さんにもここからは実況原稿を書いていただきます。そこに普段のすする TV の編集班の原稿を加えた3パターンの実況原稿を元に作った映像がこれから流れますので、どれが誰の原稿なのかぜひ予想しながらお楽しみください。ちなみに今回ご協力いただいたお二人に実況原稿を書く意気込みも伺ってきております。原稿を担当していただく原宿さんです。はい、もころチャンネル原宿です。するさんのレビューいつも見てるんですけど、さらにそこにこう新しい風をこう送り込みたいなということで、使ったことないフレーズとか、こんな表現あったのかみたいなことに気づけるようなパートを書きたいと思いますんで、ぜひよろしくお願いします。そしてこちら、今回原稿を担当していただいたダヴィンチ恐山さんです。はい、恐山と申します。もう私はもう本当に皆さんを完全に騙しきるつもりで、完全にすするさんになりきって原稿を書いてみようかなと思います。もうこれは挑戦状です。そんなわけでどんな実況が繰り出されるのか楽しみにしながら待ってると、それでは一つ目の原稿からいよいよスタートです。さあラーメン杉田屋千葉友好店さん、果たして早朝からどんなラーメンがいただけるのか。来ました、こちらがラーメン杉田屋千葉友好店さんのチャーシュー麺青生し、そしてまぶし丼です。ちょちょ丼を満たす熱々の液体にしんなりとした緑の植物と薄桃色の肉片が使っている。その上縁には漆黒に染まった海苔が3枚も刺さっていて、異様なほどに冒涜的なビジュアルを醸し出します。チャーシューと玉ねぎが戦場的に絡み合ったまぶし丼、文字通り眩しいばかりの光を放っている。思わず信仰心が芽生えてしまう荘厳な光景です。
現在早朝6時ってことでまだまだ胃袋はドリームランドでお休み中と思いきや、教会の鐘の音より強烈なラーメンの香りが五臓六腑を強制的に叩き起こします。ズシャコーン。周りを見ると一心不乱に丼に向かうラーメンの眷属たちが麺と米をかき込んでいる光景がただならぬ気配を存分に味わえます。遊戯王の手札みたいな。すごいな。うまっ。めっちゃうまい。うまっ。うまみはすごいのにあっさり食えて。そう。しょっぱさとかそんな疲れない。これが朝にすみたいな。これはいいわ。すげえうまい。すごいうまっ。それではラーメンの呼び声に誘い出されるようにすするも丼に満ち満ちた液体をすする。黄金色の液体がガツンと舌に染み渡り、朦朧とした脳細胞を容赦なく染め上げていっちゃいます。見た目とは裏腹にスルリと体に入ってくるチー油の旨味に支配されてしまいそうだ。深淵の縁にしがみついたわずかな理性はもう崩壊寸前。ラーメンを覗き込むときラーメンもこちらを覗き込んでいるとはこのことです。無我夢中でその奥へと箸を踏み入れるとクトゥルー。茶褐色のスープの底からいい具合に縮れた麺の束が這い寄ってきちゃいました。何者かに操られるようにリフトしてすすり上げるともっちりとした中太麺が口内で暴れ回ります。噛むたびに神を感じる宇宙的味わいに比べれば僕ら人間なんて虫けらです。そして身も心もこの支配者の前にひざまずいたところにチャーシューが無慈悲に降臨する。ぎゅっと弾力のあるスモーキーな肉を貪っているのか、それとも私めが貪られているのか判断する術はもはやありませんってことで、耳元にささやかれる命令に従ってまぶし丼もいっちゃいましょう。でかりーん。ライスの上に乗った甘辛だれと肉と玉ねぎの三位一体はラーメンの落とし子としては眩しすぎる。そんなこんなで光に包まれるような幸福感に溺れているうちに宇宙の真理が全て分かって完食です。それでは窓の外から何か邪悪なものがこっちを見ているので急いで逃げたいと思います。あざとーす。さあラーメン杉田屋千葉友好店さん、久しぶりの朝家系でテンションが上がっております。イエーイ。来ました。こちらが杉田屋さんのチャーシュー麺並み青生しまぶし丼です。てててー。茶色の家系スープに浮かぶチャーシューたちが朝日のようにまぶしいぜ。朝から元気ワキワキワクワクしてきたぜ。みんなでいただきます。まずは光沢感のあるスープを一口飲んでみるとグッドモーニング。醤油のキレはありながら豚骨もちゃんと感じられる家系として素晴らしいバランスのスープが朝一の体に染み渡っていく。こいつはすするも坊主になるほどうますぎた潔白です。さあおもころの皆さんもうまいを連発してうますぎた潔白になってしまっている様子を微笑ましく見守ったなら早速麺をリフトアップ。家系をまとった短めな家系の麺をおもころすする。おちょちょめい。滑らかな口当たりとちょうど良い噛み心地の麺は次へ次へと箸を進めて杉田屋の醤油感と豚骨感を程よく持ち上げてくれる完璧な麺。発情期ですがこの野郎と言われても仕方がないほど興奮してしまいます。チャーシューもナイスな肉厚感で、こうなれば確実にこのラーメンに合うまぶし丼なんかもガツガツ食らって海苔をスープに浸して一緒に食らったりと杉田屋のうまさはもう止まらない。ラーメンとまぶし丼の無限ループはもううますぎ薬局ポイント100万倍で、お心の皆さんのすすりも覗いてみると電脳チャイナパトロールが緊急出動するほど犯罪級のうまさを持つこのラーメンに加藤さんは努力して強靭になり、いつもは地獄へ誘う永田さんも思わず天国へ行けと叫んでしまっているし、アルファさんはうめえというだけの機械になってしまいました。おぼころチャンネルからおもろさを奪うほど夢中ですすれてしまう杉田屋さん、恐るべし。そんなわけであっという間に完食。大変美味しくすすれました。しっかりとインパクトはありながらも朝からでもすすれてしまう魔力も持ち合わせる見事に完成された一杯でした。それではごスレイ。さあラーメン杉田屋千葉友好店さん、3個目の実況もよろしくお願いします。というわけで来ました。こちらがラーメン杉田屋千葉友好店さんのチャーシュー麺並み青生しまぶし丼です。メパン。思わずこのままスポイトで吸引して目薬として両目に点眼しちゃいたくなるような黄金色のスープ。
画面右下に表示した鉛筆削りの画像にはないまばゆいばかりの輝きで、眼福とはまさにこのこと。まだラーメンを目から食べたことはなかったので、今日は思い切って目からすすっちゃおうかなと思わせて、口からすするー。やっぱり味を感じるなら口が一番。逆に口以外で味を感じたことありますかって感じで、今すするの口の中には味があります。朝一番にふさわしいフレッシュな旨味を感じる優しい口当たりのスープは、斧の持ち手のようなどっしり感と油を差したばかりのロボット兵のような機動性を併せ持ち、階段で例えるとまさに6段目の上りたてぐらいのちょうどいい味わいで、画面右下に表示した鉛筆削りの画像とは似ても似つかない極上の豚骨醤油です。そしてそんなスープの中から顔を出したのはおじいちゃん。おじいちゃんではございません。麺は家系ラーメンにはおなじみの堺製麺の中太ストレートタイプ。もちっとした歯触りは硬すぎず柔らかすぎず、すするがいつも地面から引き抜いて食べている光ファイバーケーブルに勝るとも劣らない食べ応えです。ご近所の皆さん、いつもネット回線を止めてしまってすみません。これを食べ終えたら潔く自首します。お次は激うまスープがしみしみになった青菜を食べながら、すするの中に急激に湧き上がってくる悲しみに似た感情に必死に蓋をして、今すぐ引き金を引いて全てを終わらせたくなる衝動を飲み込むがごとく、杉田屋さん特製のしっとりチャーシューにかぶりつくアポトーシス。燻製の香りが食欲をそそり、噛みしめるたびにしっかりと豚の旨味を感じさせるチャーシューは、すするの細胞を急速に活性化させ、一段飛ばしの進化を肉体にももたらしたようで、これを食べた翌日からマグマと同じ温度の液体が脇の下から溢れ出るようになりました。あちょー、ノースリーブしか着れない。シンプルながら質の高い直径の奥深さを堪能させていただいた後は、卓上の餃子ニンニクや豆板醤をゴールデンレトリーバー。さらに甘辛い玉ねぎと刻みチャーシューがご飯によく合うまぶし丼も国家スパニエール。最後にスープに浸した海苔をご飯にマルチーズすれば、ロングコートチワワもびっくりのバセットハウンドで、今日もボルゾイ様々の完食です。大変美味しくすすれました。それではノビーが歌うだんだん心惹かれてくを聞きながらごそれ。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。いや、杉田屋千葉優子いやー、コクがあってめちゃくちゃ旨味を感じるけど、さっぱりみたいな。そう、それをね、ナレーションで、そうだ、2人がありがとうごそうざいます。なんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。できてますできてますね、ナレーション。もうご覧になった通りどんなんできてんだろう。完璧に仕上がってる。本当にどれが正解かみんなわかんないと思います。そうなんだよ。本当そう。まあ誰が書いたのかちょっと分かるとは思うんですけど、答え合わせの方はぜひすするのミッドナイト TV サブチャンネルの方で、はいやらせていただければと思います。いや、本当今回ありがとうございました。ありがとうございます。ぜひぜひまた第2弾第3弾第二弾はい見たいぜひシリーズ化していければと思います。チャルゾーさんがなんか階段を降りるのが早いっていう噂を聞いて、ああ、よく知ってますね。そう次回それ一本で。チャルゾーの階段降りなんで泳いでるわ。そんな早くない。俺の方が早いかなって気もしてる。僕も早いっす。ね、いやいけるんじゃ階段降ない。りバトルします。階段降りバトル。ちゃんとタイム測ってやりたいですよね。思いのほか盛り上がってんじゃないよということで今ちょっと普段とねちょっと風景が違うと思うんですが、確かにね。おもころチャンネルのスタジオでこのエンディング撮らせてもらってまして、これからちょっとおもころチャンネルさんの撮影もありますんで、ぜひぜひおもころチャンネルの動画もご覧いただければと思います。お願いします。お願いします。今日本当にありがとうございました。はい、ありがとうございますまたぜひ行きましょう。本当に美味しかったですんで、ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、杉田屋千葉友好店さん、おもころ面白すぎたわ。おもころさん、そして杉田屋さん、本当にありがとうございました。口からすするー。やっぱり味を感じるなら口が一番。逆になんだよこれマジでなんだマジで